ババンババンバンバビバビバビバババンババンバンバビバノのババンババンバンバビバビバビバババンババンバはビバノのはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにおしっこをされたりですね、夕飯のカリカリを食べてたりですね、いろいろありますのでね、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのがグレーのぐちゃ、白黒のくーたくん、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、茶トラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。食べねえじゃねえかよ。猫、おいなあ。たまちゃん来たかな。はい、たまちゃん来ましたよ。食べてくれるかな、たまちゃんな。はい。で、1日1個。猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、Justice って言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、行きますよ。せーの。Justice。たまちゃん、Justice。ゆりたん、Justice。書いてる、書いてる。はい。今日も塩入りの、お湯、さゆでございますよ。うまいな。ね、今日は結局お湯飲まなかったんだよね。だからポットにいっぱい残ってて。で、まあ今日は別に暑いってほどでもないけど、寒いってほどでもないけど、って思いながら、まあポットに残ってるお湯が、まあもったいないなっていうことで、今日は塩入りの左右にしてみました。何の音だと思ったけど、後ろでな、クータが、カイカイ書いてあって、カゴっていうのかな、下のケージがね、揺れてる音がしておりますが、はい、今日は誰もいない。今日は誰もいませんね。で、1日1個はもう言った。誰もいないからもう一回乾杯しそうになったよ。で、あとは、今日は、なんだったっけな、今日はいろいろやったんですよ。ね、なんか明日からまた1週間雨みたいな感じだからさ、
ね、晴れのうちに洗濯だとか、なんかね、買い物だとか、そういうの今日のうちに全部済まそうと思ってね。で、今日ね、目が覚めるのがね、1時間普段より早かったんだよね。まあ、明るくなるのが早くなってきたんでさ、まあ、にゃんこたちの騒ぐ時間も早くなってきたっていうのもあって、で、まあね、寒くないから、まあ、起きることも、まあ、できるよっていう感じなんでさ、ちょっと普段よりもね、1時間、開始が早かったんでね、結構ね、時間が経つのが遅いっていうか、あ、意外とまだ午前中だったみたいなね、なんかそんな感じで、今日は、なんかいろいろした気がするんだけど、いろいろした気がするけど、話のネタがないなって相変わらず思っててな。どうしようかなっていう感じですよ。てんたまさん、街中から今夜もジャスティース、ありがとうございます。藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。では、皆さん、あれかね、お花見してるのかな。今日、急に花咲いたよな。桜咲いたよな。びっくりよね。そう、だから今日しか晴れないもんな、と思って、で、母親のところにね、行こうかなと思っててさ。で、母親のところが桜並木沿いなわけよね。なので、桜の花の咲き状況をね、確認しつつ行こうかななんて思ってさ、行ったんだけどさ、まあ今日行って正解だったよね。もうさ、全然咲いちゃってんだもん。あれと思って、昨日の桜どうしたみたいなさ。昨日の時点ではまだ一分咲きだったよねって思ったのにさ、なんか今日はもうさ、5、6分咲きにはなってる。まだつぼみはあるからね。満開とは言えないけど、でももうこれだいぶ咲いてるよっていうのでさ、もうみんなね、急遽花見してる感じだったね。急遽ね、なんかその辺に座って、なんか、あ、こんなに咲いてると思わなかった、みたいなね。車ちょっとどっかに止めてきますね、なんつってさ。なんか急遽なんか花見始まったよ、みたいなね。そんな感じだったね。でさ、なんか今年はというか、ここのとこずっとコロナでさ、ね、花見禁止みたいな感じになってたからさ、出店も出てなかったんだけどさ、久々にね、出店の出てる、桜並木を見てさ、おお、出店も出てるよ。しっかり、これは、花見だね。桜だね、みたいなね、感じを、おかげさんで堪能することができたんでな。まあ、とりあえず今年は花見できたっていうことでな。よかったよ。よかったよってね、感じ。てんたまさん、琵琶湖くんが高松に来てるらしくて見に来た。お、琵琶湖くんっていうのがいるのか。どういうんだ。琵琶湖くんっていうキャラクターをちょっと検索したい。カニタンさん、ジャスティース、こんばんは、ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。琵琶湖くんとはゆるキャラですか？多分そうだよね。ヒコニャン的な感じだろうね。琵琶湖くんもいるんだね。ヒコニャンだけじゃなくてね。琵琶湖くん、なんだっけ、ふなっしーみたいなキャラだったらどうしよう。ゆるすぎる。ゆるすぎて、しかも、なんだ、ふなっしーも映ってるっぽい感じのがいるな。違うのか。ピーナッツくんっていうのがいるんだ。ピーナッツくんなのかな、それとも琵琶湖くん、琵琶湖くんじゃない、ふなっしーなのかな、どっちなのかな、わかんないけど、ゆるすぎるとこれどうやって形にするの？どうやって形になってるの？これ謎だぞ。琵琶湖くんが来るってでも、この X でも見てみようか。と、なんか繋がらないんだよね、ネットにね。くるくるしてるけど、ライブは普通にできるんだな。謎だな、それがな。繋がらない、ダメだ。てんたまさん、登録者数30万人のゆるキャラ系 YouTuber。
そんないたんだな。じゃああれだ、フニータもゆるキャラ系 YouTuber にならなきゃダメだね。こんな感じな。だからフニータはさ、ね、X もインスタもさ、ログインできなくなっちゃったんでな。どうしたもんかなって感じだな。もう一個、アカウントを作るしかないかなと思うんだけどさ、それにはもうね、メールアドレスがないかな、みたいな、感じ。てんたまさん、今ライブ配信してますね、マジか。ここでみんなで見るとかね、できないだろうな。著作権のなんかがあるだろうからな。YouTube チャンネルありましたね。今ライブ、本当だ、ライブやってる。香川1000円旅。香川で1000円旅。琵琶湖くん650人が視聴中。いいな。もうさ、0 1個取っていいからさ、65人ぐらい来てくれればさ、楽しんごも出てるんだな。ね、分けてもらえないかね。視聴者な。で、せっかく食べたのにな、食べちゃうな。大丈夫ですか？せっかくたまちゃん食べてくれた。いったのにな。かな？くっついたかな？臭いな。よいしょ。ちょっと遠くにしてみた。カニタさん。ウニータよりちょっと、大きめかな？大きめの布製ですね。そうだね。布製か。そうか。じゃあ、いけるいけるかな。ライブしてる。ペイペイなんか全然無理よ。本当だ。本当に、フニータ的なやつか。これ、30万人か。じゃあ、フニータもこれ、30万人いけるっていうことでいいですかね。なんかあれだ、口に加えられるようにしてやんないとダメかな。楽しんご55歳なの？楽しんごって、なんか年下からそのあたりかな、同じぐらいの年齢ぐらいかなと思ってたんだけどさ、楽しんごっていくつなんだ？調べればいいか。楽しんご。55歳なのと思ってさ、ちょっとびっくりしたけど、やっぱり年下じゃんね。55じゃないよ。45じゃんね。10歳間違ってるな。なので、楽しんごは55歳じゃなくて45歳だったので、まあそんなもんじゃないのかね。だから55歳にはしては、なんかね、若く見えるみたいなこと言ってたけどさ、55なのか、そりゃ若く見えるなと思ったけどさ、違ったよ。45だったじゃんかな。ね、まさかの、布製のキャラクター。キャラクターだったな。あれでいいんだな。ねだから、フニータも喋んないと、あれか、リアルタイムでな。どうやったらいいんだろうな。そういうのわかんないんだね、技術がな。で、今日は、母親のところに行ったよって話とな。まあ、朝は、なんか玄関にさ、桜の絵、前クリスマスの時にさ、クリスマスのイラストもったいないからと思って、玄関に飾ったんだけどさ、なんかそれのね、額を使って、これ桜のね、木のイラストがあったらいい気がすると思ったんで、桜のイラストをね、キャンバーで拾ってきて、で、それを朝、コンビニのね、プリンター、コピー機でプリントしてきて、で、それを額に入れて、で、玄関に、つけて、で、洗濯したじゃんか、で、布団干したじゃんか、
で、今日は、そう、今日ね、振り込みに行ったわけよね。マンションの時代っていうのそれが、前はね、その当番の人が、まとめて、振り込むっていう感じだったんだけど、今度はね、なんかもう振り込み先が変わって、おのおので振り込んでくれっていうことになって、で、振り込み手数料は今いくらかかるんだろうね、なんつって、今高いじゃんっていうふうに言ったんだけど、まあ、言ってもね、数百円じゃねみたいな話でさ、500円置いてってくれたんだけど、昨日父親がさ。で、今日ね、振り込みに行ったらさ、なんか550円だったわけよ、振り込み手数料がさ、足りねえと思って。足りねえ、今日財布持ってきててよかったよと思ってさ、ね、小銭あってよかったよと思って、で、出して、ひとまずね、振り込みはしたんだけど、550円かと思って、これ1年間やったらね、5000、いくら ?6000 円、そんくらいになるわけじゃないか。そしたらね、なんかっていう感じだしさ、毎月これやんのめんどくさいなって思ってね、そんな報告をして、で、どうしたんだったっけな。農協行ったか。農協行って、そう、農協行ってさ、今日はね、いろいろあったっていうのかな。種類がいろいろあって、で、今日はね、傷ありの、人参ばっかり、なんか一つも形がいいのはないんだけれども、傷ありの人参ばっかりさ、ごっそり袋に詰めて、150円の袋があったわけよね。だから、150円でもこんだけ入ってたら、お買い得感あるわと思って。だから、これは買いだろうと思って、その人参まず買うじゃん、みたいな。であと、種類的には、さやえんどがあって、ただそれはね、3枚ではなかったけどさ、なんか10枚ぐらいかな。10枚ぐらいセットになってる一袋があって、それはやっぱりね、多少この前よりは多いけど、でもまだちょっと割高感あるよなと思って、とかって思って、で、あとはね、里芋があったんだよね。なぜか里芋があってさ、里芋かと思って、しかも里芋100円だったわけよ。里芋100円だったらさ、いいんじゃねと思って、で、里芋買って、で、あとはね、なんかブロッコリーみたいな、多分スティックセニョールってやつだと思うんだけどさ、味的にはほぼブロッコリーみたいなやつもあって、で、あと、いつも通り甘夏があって、あとスティックセニョールの小松菜じゃなくて、菜の花かな菜の花かなんかがあったね。なんか種類的には今日はいろいろとあって割と高くなくて、どうしようかな、そのブロッコリー的なやつも、買っちゃおうかな、どうしようかなと思いつつ、人参こんだけあるし、里芋も買うし、だからもういいかなと思ってね、人参と里芋だけ買って、今日はね、帰ってきましたよって感じ。でね、お腹が空いてたんでさ、その前に、農協行く前にね、うちにあった玉ねぎでスープ作って、で、昨日炊いた米を入れておじやにしてね、食べてたんですよね。だから、お腹的にはちょっと満足してたのでね、その程度で済んでよかったよって感じ。なんなんだ君たちは。なんでこたつの中に入らないでさ、私の膝の上に乗るんだい、ライブ中はな。なぜチャムリーさん先日、はい、で、なんだっけ、農協行って、で、夕飯でね、なんか、やっぱりご飯食べたいかもと思って、じゃあ米炊くかと思って。で、納豆がその時は一パックあったから、納豆でね、半分ご飯食べて、で、半分はまた明日用に取っとこうと思ったんだけど、でもなんかもうちょっと食べたい気がするんだよね、と思って。でもおかずがないからどうしようかなと思って。じゃあ、人参炒めるかと思って、人参を今度は刻み出してな。で、炒めて、で、おかずにして、
食べましたっていう感じでございますよ。で、あとは何の話だったかな。あとは、母親のところに行って、で、なんだっけな、なんか誕生日で、なんだ、銀行、城南信用金庫っていうのがあるんだけど、なんかそこを使ってるらしいんだわね。で、そこだと、その年金の受け取りが、そこの口座にしてて、なので誕生日が、わかるみたいなんだよね。それで、誕生日だっつって、羊羹もらったとかっていうのでね、一口羊羹っていうのかな、ちっこい羊羹が、5個ぐらい入ったセット、これもらったんだとか言ってさ、なんかそれをちょっとくれて、やった羊羹もらったみたいな感じでね、ね、そんなサービスあんのつってそうだよとか言うからさ、そうなんだと思って、じゃあ私も城南に講座作りに行くかなとかさ、ちょっと思ってみたりな、みたいな、感じかな。でね、なんかもう多分だいぶ目が見えないんだろうなと思うんだけどさ、だから手芸をやる人なんでさ、で、ゴミ屋敷なんでさ、もうかなり大量のね、布とかさ、毛糸とかをさ、買い込んで、積んであるわけよね。で、それをさ、ちょいちょい行くたんびにさ、もらって帰るんだけども、まあ今日もそれでね、なんかくれたんだけれども、まあくれた布がだいぶしみしみでさ、これさすがにちょっと使えないよっていうのがね、いっぱい出てきたので、で、それ気づいてないっぽいんだよね。まあだからくれようとしてるんだろうからと思ってさ、まあ一応受け取ってね、で、大概うちで広げて使えるかどうかっていうのを確認して、で、ダメなやつは捨てるっていうね、作業をするんだけど、もうそんなんするよりももうね、明らかにこれダメじゃん。これダメじゃんみたいな布をね、くれるんで、ああ、多分これ目見えてないんだろうな、みたいなね。なんかそんな感じだったね。で、さすがにちょっと就活し始めたっていうのかな。なんかいろいろとね、広がってるその講座関係とか、なんかちょっと一つにまとめようかな、だとか、あとなんかね、この家を、どうしたら、どこに住めばみたいなことを考えてるみたいなんだよね。だから年取ってから賃貸は借りられないから、この家を無理して買ったんだけれども、ただ死んだ後、この家のね、その書類関係、手続き関係がまあ、わかんねえので、ね、だからなんか賃貸に引っ越したい気持ちもあるみたいなんだけれども、まあ、借りれないし、みたいな、なんかそんな話してたかな。そんな話しとったかなっていうね、感じがな。あとはまあ薬が好きなんだよね。薬漬けなんだよね。薬飲むのが大好きでさ。まあ薬がいっぱいあるわけよね。で、なんかバファリンを毎日飲んでるらしいんで、バファリン毎日飲んでるってどういうことだ。相当やばいだろ、それって思ったんだけど、なんか体が怖がっちゃって、なんか起きれないんだっていう話で。で、そのバファリンを飲むと、ちょっとそのこわばりが緩むんで、それでなんとかね、生活できるんでっていうので、なんか毎日飲んでるらしいんで、なんか痛み止めっていうわけではなくね、なんかそういう理由で飲んでるらしいんだけど、それって何なんだろう。それって何なんだろうと思ってな。なんか血管が硬いって言われてるっつって。でね、しょうがないんだ、子供っていうの時っていうか、なんか若い時から、なんか血管が硬いねって言われてるから、私は血管が硬いんだ、だからしょうがないんだみたいな話をしてたけどさ、なんか、そうなのかな。
で、なんか血管を柔らかくするために、しばらく、くるみと、アーモンドを、食べてた時があったらしいんだよね。で、くるみは全然効果なかったと。くるみはね、全く効果なかったんだけど、ただアーモンドは効果があったんだって。ただアーモンド効果あったんだけど、今はちょっとアーモンド硬くてね、もう食べれないからっていう話で、なんかそれでバファリンを毎日飲んでるみたいなね。だからバファリンの消費量が激しいみたいなんだよね、あのうちね。何してんのみたいなね、感じ。で、あと米粉のさ、米粉で作ったクッキーをさ、焼いて持ってったわけよね。まあ、クッキー硬いからどうだろう、食べれるかな、どうかなと。まあ、確かにせんべいはね、かじれないとは思うけど、まあ、クッキーは口の中入るからね。まあ、それでね、登録化して、食べることもできるだろうし、まあ、食べれないんだったら食べれないで持って帰って、まあ、ひとまず持ってくか、みたいな感じでさ、米粉のクッキーな、焼いて持ってったわけよね。で、なんか米粉をだいぶ前に買ったんだけど、結局使わずじまいなんでね、あげるよっていう話でさ、ただまあ、だいぶ前に買ったやつだから、賞味期限は切れてると思うけど、まあでも、未開封だから大丈夫でしょっていうので、まあくれたんだけどね。くれたんだけどさ、賞味期限が15年何月何日って書いてあるわけ。15年っていうことは2015年ってこと、ってことは約10年近く前の賞味期限切れ。すげえなって。そこまで前だったかみたいのね、もらってきましたよ。やるっつうからさ、大丈夫だって言うからさ、袋開いてないって言うからさ、まあそうなんだろうけど、まあそうなんだろうけどさ、相当10年ってさ、10年ってさ、みたいなね、感じ。チャムリーさんの続きを待ってるんだけど、全然一向に続きが送られてきませんね。で、あと何だったっけな。あ、今日、そう、前に作ったさ、黒豆な。前に作った黒豆さ、瓶詰めにしてさ、備蓄用っていうのを保存用にさ、しようと企んでさ、瓶詰めにしたけどさ、どうやらその瓶詰め失敗したっぽいっていうのでさ、今までね、なんか汁が白く濁っちゃってて、ただ開けてもね、別に臭いわけではなくというか、天然酵母の匂いはするんだけど、確かに匂いは発酵してる匂いはするんだけど、ただ腐ってるわけではなさそうっていうのでね、で、食べてみても別に味もまずいわけじゃないしっていうので、まあ食べてたわけよね。でね、その天然酵母も、普通に飲んだりとかするらしいからさ、じゃあまあ体にいいものっていうことで大丈夫だなと思ってさ、食べてたんだけど、でね、そんなに汁の色が気にならない瓶は、後回しにしてあったわけよね。で、今日それどうなったかなと思ってさ、確認したらさ、やたら汁白くなってっからさ、おい、白くなってるやんと思ってな。で、なんかやばそうっていうかね、その瓶の蓋のところがさ、ペコペコしなければちゃんと脱気ができてるはずなんでね。で、ちゃんと全部ほら確認して、あ、脱気できてるなっていうので、しまい込んだはずなのにさ、今日それでさ、だいぶ汁が白いから、おーいと思ってさ、その蓋をさ、ペコペコしてみたらさ、ペコペコ言うわけよ。だから、なんでダメじゃん、これ。脱気できてないじゃんと思ってさ。なんだよ、これダメじゃん、食べちゃわなきゃと思って、で、今日ひとまずね、おっかなびっくり開けてみたわけよね。そしたら、今日のはね、でも開けるときにね、ちゃんとペコって言うから、あれ、脱気できてんのかなみたいな感じだったんで、
で、見た目も別にさ、今までのと一緒で、ね、汁が白くなってるよっていうだけな感じなんだよね、見た目的には。カビが生えてるわけでもなくっていう感じ。ただね、匂いの、種類。匂いがちょっと違うっていうの？今までは天然酵母の匂いだったけど、今日はなんかちょっと天然酵母の匂いではないっていう匂いだったわけよね。で、まあ、豆も別に腐ってる様子ではないけど、一応味見してみようかと思って食べたんだけど、まあ、食べれなくはないんだけど、食べれなくはないんだけども、まあ、うまくもない。うまくもない。黒豆の味はしないっていう感じ。今までのは一応味はまあ黒豆の味だなっていう感じだったんで、普通にさ、食べてたけど、まあ今日のは、匂いも今までのとは種類が違うし、どっちかっていうと腐ってる方の匂いだし、で、食べても黒豆の味はしないので、これはどうしよう。食べれなくはなさそうだけど、やめとく。一応大丈夫とってやめとくみたいな感じでね、今日の黒豆はやめときましたっていうね、感じでございますよ。で、ね、もうもったいないね。丹波の黒豆。丹波の黒豆な、無駄にしたよと思ってさ。だからもう一回ね、もう一袋あるんで、リベンジしてね。で、ほら、今まで食べたね、黒豆入れてた瓶がさ、空いたんでさ、また入れられるんで、この瓶どうしようかなっていうふうに思ったんで、もう一回あと一袋黒豆あるからさ、だからそれをもう一回ね、リベンジで、で、今度はね、まあ、夏までの間、冷凍庫が空いてるようだったら、冷凍庫で保存するかと思ってね、昨日は黒豆を水につけて、で、冷蔵庫にしまっといたんでね、さっき、一旦、火にかけました。懲りずにな、懲りずにもう一回やる気だよ、みたいなね、感じ。てんたまさん、チャムリータイム。チャムリーさん、友人の子供に大田区公式 PR キャラクター、はなぴょんと言って、フニータを紹介しておきました。ありがとうございます。複雑な表情をしてましたね。そこは、ね、喜んで、喜んでくれないとな。テンタワさん、やめましょう。カニタさん、わらわらわら。テンタワさん、チャムリーさんがフニータ、布教してくれたそうなんだよね。時々布教してくれる人がいるんだよね。ありがたいよ。そうだから前に、フニータね、フニータって名前なんだって思ったら、急に可愛いなって思って、でフニータ飼いたいよってね、いう人がさ、ね、その持ってるフニータを見てね、子供たちがなんか自分も欲しいっていう話になって、で、追加注文でさ、作って、あげたことがあるんだけどね。で、その子供たちがさ、まあ、フニータのね、物語を作ってくれたんだけども、まあ残酷なわけよ。子供だからさ、まあ残酷なわけよね。ちょっと、それ YouTube にあげらんないからみたいな。そんな感じの物語をね、作ってくれましたな。カイダンさん。ハネピョンとフニータ、だいぶ違う。だいぶ違うよな。ハネピョンは結構しっかりちゃんとしたキャラクターだもんな。それに比べてフニータはまあ、ゆるいこと。まあ、ゆるいことって感じだもんね。
だいぶ違うもんね。そりゃ複雑な表情になっちゃうよね。失礼いたしましたって感じ。でもまあ、似てるといえば似てるというのかな。なんか羽がね、うさぎの耳的な感じでさ。まあね、で、二頭身的な感じが。まあ似てるっちゃ似てるし、みたいな。色もほら、白いし、みたいなね、感じ。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボスは。本日もしぶとくやっておりますよ。じゃあ、タロットカードタイム。あ、そうか、図書館にも行ったの、今日。図書館行って、で、100均で、なんかね、桜、お花見グッズ的なものなんかあったりするかなって思って、物色しに行ったんだけど、なかったんだよね。だけども、焼き芋焼いてるお店があるんでさ、これは焼き芋を買って帰らなきゃと思ってね、今日は焼き芋をさ、買って帰ってきたんでさ、さっきまで焼き芋を食べてましたよってね、感じですよ。で、なんだったっけ何の話してたっけ黒豆の話。黒豆ね。で、ね、ただ捨てるんじゃさ、なんかもったいないからさ、せっかく豆だしさ、丹波の黒豆だしなと思って、で、まあ、汁のところはね、味ついちゃってるんで、まあ、砂糖は、問題ないみたいだけど、塩分はどうやらダメみたいなのでさ、まあ、ちょっと汁は使えないなと思って、いや、この汁飲むのちょっと勇気いるしさ、と思って、なので汁は捨てたんだけど、豆の部分はね、バケツコンポストの中に、一生懸命ね、混ぜ込んでみた。ただ、その腐敗しているものを入れちゃうと、全体的に腐敗してしまうんだろうかと思って、ちょっとおっかなびっくりな。どうか、善玉菌の方が買ってくれますようにっていう感じでね、混ぜ込んでみたよって感じ。そうで、一旦やめとこうかと思ってさ、キッチンにさ、置き去りにして、で、笠間に行った時のお土産の、栗ゆべしね。栗ゆべしをコーヒーのお供に飲んでたんだよね。で、それが食べ終わって、で、キッチンに戻ってきたら、やっぱりね、キッチンがね、草っていう感じだったんで、これ明らかに腐敗臭だね。ダメだ、これはな。やめといてよかった。こりゃダメだ。全然食べる気しないわ、この匂いじゃなと思って。だから開けた瞬間はまだ大丈夫だったのかもしんないんだよ。で、それ置いといた間に、昨日今日の桜みたいな感じでさ、一気に腐敗がね、進んだのかもしれないんだよね。キッチンに行った瞬間、くさーと思って。これやべえと思ってね。もう食べなくてよかったよってね、ことだよね。今日は起きてました。天玉さん、まだまだ焼き芋美味しいですね。そうですね。焼き芋は私は一年中美味しいと思ってますね。でも真夏はさすがに買わなかったかな。でもほら、冷凍であるもんね、今ね。冷凍のも普通にうまいもんね。大吉さん、はい、LINE デリアストップありがとうございます。天玉さん、大吉さん、こんばんは。はい、ちゅうわけで、大吉さんから LINE デリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。いきますよ、せーの。1、2、3、4、5、6、で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃーん。なんだこれ。ーっと、ソードのナイト。勢いがありそうな感じですね。勢いがありそうな、でもあれか、逆位置だから、停滞するみたいな、そういうことなのかな。でも情報だもんね、ソードはね。
どういう意味なのかが全然わからない。ソードナイト。はい、そう、今日繋がらないんだよね。いつもよりもね、さらに繋がらないんだよね。全然繋がらないの。ソードナイト。ソードナイト。どういう意味ですか？麦の。これ見たことないかな。ソードナイトについて、動画解説？動画なのか？勇敢な騎士が荒野を進んでいます。馬の歩みも他のナイトより速く、騎士らしいカードと言えます。また実力のなかったページは、意志は強いものの敵を避けて慎重に進んでいましたが、敵を蹴散らす強さを身につけた今、大胆に勇敢に進むことができているようです。ここで書かれている騎士について、ガラハットであろうと説明しています。ガラハットはアーサー王伝説で非常に勇敢で高潔で、優れた騎士として書かれ、最終的に物語の中心である聖杯を手にします。つまり、ソードのナイトはいかなる困難であっても正々堂々と勇敢に乗り越える実力と勇気を持っており、目的を遂行することができるのです。ソードのナイトは勇敢さと実力、どちらも保証してくれるカードです。キーワード、勇敢、勇壮。一般的な意味、逆位置。逆位置では正位置でのメッセージが過剰や不足として働きます。不足の場合には前に進む自信のなさが示されています。過剰の場合はやり口が強引で、周囲に敵を作ってしまうことに対する警告です。また、向こう見ずに進んだ結果、ダメージを負う可能性が示唆されている場合もあるでしょう。救いとしてこのカードがもたらされる意味には、クールダウンできることを示唆している場合もあります。逆位置を不足として読む場合、自分に自信が持てないことが問題の本質であることが告げられています。実際の実力が不足しているというよりは、自分にはできるという自信がないことが課題であるようです。はい。理由や根拠を求めず、まずは自分を信じることが大切であると告げられています。逆位置を過剰として読む場合、無謀な取り組みにチャレンジしようとしていることへの警告、チャレンジするなということではなく、今すぐチャレンジするよりも、一旦冷静になって、取り組み内容を見直して、本当にチャレンジする必要があるのか、チャレンジするとしてもこの方法でいいのか、見直すように告げられています。なるほどね。逆位置を前向きなアドバイスとして読む場合、今はチャレンジするよりも少し様子を見たり、冷静に状況を判断した方がいいとアドバイスされています。なるほど。人はチャレンジすること以上に何かを手放すことや、やらないと決めることの方が、かえって勇気を求められる場合があります。そうですね。何も考えずに突き進むのではなく、焦らず立ち止まって考えることが求められています。はい。仕事での意味、恋愛での意味、結婚、家庭での意味、終わっちゃったな。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、チャレンジするには、ちょっと待って、一旦考えようか、みたいな、カードですかね。はい。参考になりましたら幸いでございます。はい、たまちゃんかわいいね。どうしてそんな大きい声で泣くのかしら。たまちゃん最近さ、こういう大きい声でさ、ずっと泣くもんだからさ。で、最近窓開いてることが多いんでさ。でもやっぱりさ、こんなでっかい声で泣くんでさ。もうな、近所迷惑にならないかしらと思ってね。ちょっとヒヤヒヤしてきたよっていう感じ。で、今日、図書館で、はい、どうしたの？ね、ね、
これで何日かね、借りてきた本は今頃今更だけど読んだことなかったから、神様は小学5年生をね、借りてきた。まだ読んでないけど、これを借りてきました。後ろに書いてあるな。私は生まれた時から神様や、天使さんたちとずっとお話ししてる。私は生まれた時から、だからそれが普通だと思っていた。そうだろうね。そういう人にしてみたらそうなんだろうね。みんなが見えてないのがっていう感じなんだと思うよな。天玉さん、街中歩き疲れたけど、琵琶湖くん見れてよかった。あ、琵琶湖くん見れたんだ。よかったね。そりゃよかったね。そりゃテンション上がったな。これが、生まれ変われるけど、今世は一度きりではそうなんだよね。この肉体で、経験する体験は、これがこれきりだな。はい。すみれちゃんに初めて会った日、この本の担当編集である僕は、ね、この担当編集の人は、知ってるはずなんだよな。担当編集の人の名前は、ないのかな。イラストだもんね。そう、担当編集の人知ってる人なんで。僕はすみれちゃんがみんなに伝えたいことって何と尋ねた。すると数ヶ月後、小学5年生の女の子は手書きの文字と自分の持つ最大限の言葉を使って、質問に答えてくれた。その手紙には思いの強さがそのまま筆圧に、伝わるかのように消しゴムでは消しきれない書き直しの跡がたくさん残っていた。すごい。手書きだね。手書きでこんな感じなんだな。私は生まれた時から神様や天使さんたちとずっとお話ししている。私は生まれた時からだから、それが普通だと思っていた。だけど違った。ママはもともと生まれた時から神様や天使さんたちと話していたけど、パパや友達は神様や天使さんたちとお話ししてなかった。それを知ったのが小学2年生ぐらいかな。ママに神様や天使さんのこと話したら、なんでそんなこと知ってるのとびっくりされた。私は逆にびっくりした。今までみんな私と同じと思っていたんだもん。私ができるのはこれだけではない。人のオーラというものが見えてたら、お腹の中にいる赤ちゃんが見えたり、お腹の中の赤ちゃんと話せたりもする。もっといろいろなことができるけど、言葉にできなかったりする。とにかくいろんなことができる。時々すみれちゃんいいな、そんなことできていいなって言われるけど、私はこういういろいろなことができるけど、私だけが特別とは私は思っていない。だって特別なのはみんなも同じだから。誰かだけが特別なんてない。みんな特別。生まれたこと自体が特別だから。特別じゃない人なんてこの世界にはいない。何回も言うのはみんなに知ってほしいから、誰もが特別だっていうことを。すみれちゃんがくれた手紙は全部で79枚。そのメッセージを読み終えたとき、僕はこう確信した。神様と出会ってしまったと。そこに書かれたすべてが小さな体から紡ぎ出された宇宙よりも壮大な言葉だったのだから。神様は小学5年生始まりっていうね、感じでございました。はい。琵琶湖くん見れてよかったね。
で、そう、なんだっけ、神様は、すみれちゃんじゃなくて何の話をしようとしたのかな。あと3分。話のネタが思いつかないよ。なんだったっけな。今日は何かあったっけな。今日は何かありましたかね。はい。思い出せない。思い出せないから、どうしたらいいかな。X の話題なんかあったっけ。なんか小林製薬ね。小林製薬なんかいじめられてるっぽいね。全然なんかよくわかってなかったけど、私は。どうやらいじめられてるっぽいな。そのね、コロナのね、あれをさ、推進してない、製薬会社だったみたいなんだよね。まあ、それで目つけられて潰そうとしてるみたいだな。なのでね、なんか小林製薬を応援しようみたいな、ツイッターがね、なんか流行ってるというか、ツイートされててさ、なるほど、そういうことだったのか、みたいなね、感じ。天玉さん、フニータも動画化しましょう。そうそう。だから皆様からさ、物語を募集してな。ねまあ、それを全部、作って出そうとは思ってんだけど、まあ、その時間がないというか、そんな感じなんだよな。で、そう、ただキャラクターを、まあちょっと頑張ったっていうかさ、その色とか、いろいろあるじゃんか。その色とか柄とかによって、まあ性格とかね、特徴っていうのかな、得意なことがなんか違うよみたいな感じにしていこうかなと思ってね。まあ色別の特徴はちょっと作ってみたみたいな感じなんで、まあそこからちょっと話もうちょっとね、広げていけたらいいかなとは、考え中でございますね。で、あと何があったかな。えーっと、図書館行っただろ、焼き芋食べただろ。で、今日は、あれ、出店見てたけど、ね、いくらすんのかなっていう値段はチェックしなかったね。もうそもそも今日は食べるものいっぱいあるからね、焼き芋も買ったから別に、大判焼きは買わなくていいかなと思ってな。値段チェックしなかったんだよね。いくらかなって。今年はいくらになってんだろうっていうのをさ、ちょっとチェックせずに帰ってきちゃってよって感じな。そう、童話かね。童話かをどうしようかなっていうね、感じ。というわけで、本日も武田ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。てんたまさん、ブラックキャップ明日到着すると思いますので、そうなんだ。なんか今日さ、G 対策の、なんかね、ブラックキャップじゃないけど、あれがブラックキャップなのスプレー缶がなんか届いたよね。だから、もしかしてあれかなと思ったけど、なんかほら、天城風じゃないから、なんかメッセージが見当たらないんで、まあいいやって。そういえば今日なんか受け取ったけど、それとはまたじゃあ違うので、ブラックキャップもあるのかな。カニタンさん、ナイスブラックキャップ。だからその黒豆をさ、一生懸命バケツにさ、入れてる時もさ、黒い豆でさ、ツヤツヤしてっからさ、これは勘違いしそうだから全部潰しとかなきゃと思ってね、必死に潰しましたよってね、感じ。で、タワさん、スプレーも一緒に注文したのですが、
別配送されたのですね。あ、そうなんだ。じゃあね、そのブラックキャップも届くんだな。冷凍スプレーですね。そう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 。ね、だから、あ、なんだ、私がブラックキャップはなんとかとか言ってたから違うのにしたのかな。気使わしちゃったかななんて思ったんだけど、違うのね。もう一個送られてくんだよね。ありがとうありがとうございます。ちゅうわけで、次回を見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。